今回紹介させていただくのは、チャンピオンのリバースウェーブになります。今ではもう100年以上の歴史を持つスポーツブランド、チャンピオンの普及の名作であり、キングオブスウェットシャツと呼ばれるアイテムになります。チャンピオンの起源は1919年、ニューヨーク州ロチェスターにてサイモン・フェインブルームが設立したニットウェアを販売するニッカーボッカー・ニッティング・カンパニーでした。しかし1920年、設立から間もなくサイモンが亡くなり、サイモンの意思を受け継いだ息子のエイブ&ウィリアム・フェインブルーム兄弟が社名をチャンピオン・ニッティング・ミルズ・インコーポレーションと改め、T シャツやソックスなどの取り扱いを始めます。そして屋外労働者の防寒用としてウール素材のアンダーウェアを開発し、それが米軍の訓練用ウェアに採用されることで、現在のスウェットシャツの原型が出来上がっていきます。しかし世界初のスウェットを生み出したのは、実はチャンピオンではなくラッセル・アスレティックというブランドです。ラッセル・アスレティックの創業者の息子ラッセル・ジュニアがフットボールチームに所属していたのですが、当時のフットボールシャツはウールで製造されていて、肌触りは悪いし、汗をかくと皮膚がすりむけるし、とにかく着心地が悪かったそうで、コットン素材に改良してくれと父親に提案し、それに応えるべく柔らかい厚手のコットンで作られたゆったりとしたプルオーバーが世界初のスウェットシャツだったといいます。ちなみにスウェットという名前の由来は、汗を吸収することから取られていて、スウェットという言葉自体は吸水性の優れるコットンを使って内側をパイル状にした裏毛生地のことを意味するため、アイテムとしてのスウェットは海外ではスウェットシャツと呼ばれるそうです。チャンピオンも負けじとスウェットを取り扱い、二大勢力となってはいたのですが、つまりスウェットの原点はラッセル・アスレティックだったわけです。そこから原点ではなかったチャンピオンがキングオブスウェットシャツに躍り出るきっかけとなったのが1934年、リバースウィーブの誕生です。当時着心地で好評を得ていたスウェットシャツですが、実は一点だけクレームが存在しました。それが洗うと着丈が縮むというクレームです。この課題に対してチャンピオンの伝説的営業マンサム・フリードランドが策を講じます。彼は本来縦向きに使われていた身生地を横向きに使うことで、生地の縦縮みを抑えたリバースウィーブ製法を考案し、1938年に特許を取得します。これが俗に言うファーストモデルになります。しかしこれだけでは不完全でした。着丈は縮まなくなりましたが、今度は逆に身幅が縮むという課題を残してしまいます。そして改善方法を思案し続け、リバースウィーブの誕生から18年の歳月が経った1952年、ファーストの時と同じくサム・フリードランドがやってくれました。身頃の両サイドにエクスパンションガゼットというリブパーツを備えることで、横方向の縮みにも耐性を備えた製法を生み出し、2度目の製法特許を取得します。こうして現行の源流となるセカンドモデルが生まれ、これをもってキングオブスウェットの誕生となりました。ここからはそのリバースウィーブが波及するようになった流れと型の違いなどを紹介していきます。少し時系列的には遡りますが、
チャンピオンのスウェットシャツが波及するきっかけとなったのは、1924年のミシガン大学での取り扱いでした。高品質かつ低価格でアスレティックウェアを販売するチャンピオンに注目したミシガン大学がスウェットシャツを採用し、その品質の良さが大学のコーチからコーチへ口コミで全米の大学に広がっていきます。また1930年には T シャツやスウェットシャツにナンバーや大学名をプリントするレタリング加工が生まれます。当初は体育の授業で生徒に貸し与えていたウェアを管理回収するという大学側のニーズに応えることが目的だったそうですが、1950年代には大学名をプリントしたスウェットシャツが大流行します。ちなみにおなじみのロゴ C マークが登場したのは1969年で、スウェットシャツの誕生からは少し時間が経っての登場だったと言われています。今では胸にチャンピオンの刺繍が入ったモデルとないものがあり、その有無で目なしモデル、目ありモデルと言われますが、胸元に刺繍があると後でプリントを入れることができません。そのためカレッジプリントなどをボディに入れるには目なしのモデルがベターであり、そういったプリントのモデルは各大学の生協で販売されていたため、プリントの有無を問わずブックストアモデルとも呼んだりされます。またモデルの違いではもう一点、赤タグモデルと青タグモデルがございます。赤タグはリバースウィーブの中でも素材から縫製に至るまでメイドイン USA にこだわられたモデルで、一方青タグはメイドインチャイナでより日本人のスタイルに似合うデザインが追求されたモデルになっています。アメカジ志向の強い人は赤タグでもいいかもしれませんが、価格が倍ぐらい違うこともあり、自分が持っているこちらは青タグモデルになります。使い勝手は本当に素晴らしく、とりわけこのオックスグレーのカラーはデニムはもちろんスラックスでもワークパンツでもカーゴパンツでもどんなアイテムとも違和感なくはまってくれます。レイヤードにも使いやすく、メイントップスとしてもインナーとしてもいい具合にスポーツ要素を足してくれるでしょう。肩の力が抜けた雰囲気を作りやすいので、個人的にはあえてデザイナーズのアイテムを合わせたり、一点だけ小物で華やかにしてみたり、つかみどころのないスタイリングにするのが好みだったりします。アイテムとして背負っている物語の厚みがありますので、シンプルに着ていただくだけで本当にかっこいいアイテムであることは間違いありません。ぜひまたチェックしてみてください。そんなところでチャンピオンのリバースウィーブの紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。